久しぶりに PS4 でゲームをしようとしたらディスクの読み込みができない状態になっていました。そこで今回はディスク読み込み不良の復旧を試してみたので、その方法を紹介したいと思います。ちなみに今回はディスクドライブ内部のピックアップレンズ周辺の故障が原因だったのですが、自分と同じ現象かどうかを診断する方法として DVD を再生させてみる方法があります。自分の PS4 は PS4 ソフトの読み取りはできなかったのですが、 DVD の再生は可能でした。なのでブルーレイディスクである PS4 ソフトは読み取れないけど DVD は読み取れるという場合は、今回紹介する方法で改善できる可能性が高いです。逆に DVD も読み込めない場合、今回紹介する対応をやったとしても改善できない可能性が高いので、その点を理解してください。ちなみにあらかじめ PS4 ディスクに汚れがないか確認したり、システムソフトウェアのアップデートを行ったり、データベースの再構築を行っても問題が解決できないことを確認してから復旧作業を行いました。まず最初にレンズクリーナーを試してみました。今回試したレンズクリーナーがこちらのサイバーガジェットというメーカーのレンズクリーナーになります。この製品は PS4 などのスロットインタイプのディスクドライブにも対応しているということで今回選択しました。製品の構造としてはディスク表面に2本のブラシがついています。このブラシがピックアップレンズに付着しているゴミを取り除くという仕組みになります。レンズクリーナーには乾式と湿式という2つの仕様が存在しますが、今回購入したレンズクリーナーは湿式になります。湿式はブラシにクリーニング液を塗布して使用する形式となります。実際に試してみましたが結局復旧させることはできませんでした。ダメ元で30回程度試しましたが全く効果はありませんでした。今度は分解して直接レンズ清掃を試しました。分解するにはこのシールを剥がす必要があります。このシールを剥がすとソニー公式の修理サポートを受けられなくなります。ディスク読み込み不良の修理費用は送料を含めると1万円程度かかりますが、自分で分解までしたくない方は素直に依頼するのがおすすめです。分解に必要な工具はトルクスドライバーの T8 サイズ、プラスドライバーの PH1 サイズ、PH0 サイズ、PH00 サイズになります。ドライバー類はこのようなセット商品を買っておくと今後も活用できる場面が多くおすすめです。またレンズの清掃には綿棒と無水エタノールなどがあればできます。今回は無水エタノールが手元になかったのでレンズクリーナーに付属していた洗浄液を使用しました。シールを剥がすと T8 サイズのトルクスネジが現れるので T8 サイズのトルクスドライバーを使用して外します。外したら今度はその横にあるハードディスクカバーを外します。後ろ側から見て横にスライドすると取れるようになっています。カバーの中にあるプラスネジを外します。プラスネジは PH1 サイズのドライバーを使用します。あとは本体下側のカバーを外します。このカバーは結構硬めなので強く引っ張る必要があります。するとディスクドライブが現れます。ディスクドライブ周辺の4つのコネクタを外すのですが、まずは黒い線が邪魔なので固定部分を切って外します。4つのコネクタのうち3つは単純に引っ張れば取れますが、そのうち1つはカバーでロックされる機構になっているのでカバーのロックを外してから取り外します。コネクタを引っ張る際は青いプラスチックの部分を引っ張ると外しやすいです。次に5つのネジを取り外します。右上の1つだけが PH00 サイズのプラスネジで他は PH0 サイズのプラスネジとなっています。ネジを外したらケーブルを固定しているシール類を外してドライブカバーと干渉しないようにケーブルを外側に避けます。カバーは持ち上げると簡単に外せますが、上側だけ爪が引っかかっているのでそこだけ注意してください。カバーを外すと中にピックアップレンズユニットのパーツが入っているのでそれを取り外します。ひっくり返すと目的のピックアップレンズ部分が現れます。この部分が汚れているんだろうなと思っていましたが、特に汚れている様子は見られませんでした。とりあえず綿棒にクリーナー液をつけて拭いてみました。あとは分解した手順の逆の手順で元に戻します。そして結果治りませんでした。
最後にピックアップレンズがあるユニットパーツを丸ごと新品に交換してみました。この部分のパーツの型番はフレーム部に表記されているのですが KEM-496AA になります。この型番で Amazon などで検索すると商品がヒットします。そしてこちらが今回購入したパーツとなります。こちらは Amazon ではなく中国のアリエクスプレスで購入しました。アリエクスプレスを選んだ理由は単純に納期が少しだけ早かったからになります。 Amazon で購入した場合でも納期がそれなりにかかるため、おそらくどちらを選んでも中国から発送される形になると思います。今回購入したものの値段は2821円でしたが、どちらで購入しても値段は大差ありません。ちなみにこのパーツの中心部のレーザーレンズの周辺部分だけのパーツも売っていて、名称が KES-496A と名称が似ているため、購入する際は間違いにも注意してください。この中心部のパーツだけ交換することもできますが、さらに細かい分解作業をしなければいけなく面倒ですし、壊すリスクの増加なども懸念されます。また故障箇所を完全に断定できている自信もなかったので、総合的に判断し、今回は KEM-496AA の方を購入することにしました。また PS4 の型番によってもこの辺りのパーツの型番は微妙に違ってくるので、必ず適合しているかを確認して購入することをお勧めします。交換手順としては、まず先ほど外したパーツから四隅のゴムパーツとつながっている2つのケーブルを取り外します。そして新しく購入したパーツに付け替えて、あとは元に戻すだけとなります。そして今回は見事復旧することができました。感動です。今回は失敗を繰り返しながらもなんとか PS4 を復旧させることができました。出費はレンズクリーナーの1873円とレーザーレンズユニットの2821円の合計4694円でした。実際に公式修理を受けた場合、値段はこの2倍くらいかかるので、結果としては満足しています。今回の紹介は以上となります。Pick it up, dust it off.